はい、こんにちは。いよいよですね、末年の数学の第18回になりました。前回も言いましたけども、今日は確率の分野の最後ということで、今までの私の生徒さんでも、確率なんかで一番苦手だという意識の強い分野でした、条件付き確率というお話をしたいと思います。どんな問題文かというと、文章の中に何々であった時の何々である確率というキーワードが大体多く含まれています。ですので、ここにも何々であった時というのを一つの大事なフレーズとして書いてますので参考にしてみてください。では早速問題見てみたいと思います。全体でくじが10本入っている袋があります。これ私の図なんですけども、丸が当たりです。当たりが2本。×外れ。外れが8本あります。で、先行が A さん。後攻が B さんです。で、くじを戻さない。ということは何かというと、先行 A さんが1本引きました。ということは、後攻の B さんが引くときには、くじは1本減ってますので、9本しかありませんということですね。よろしいでしょうか。これ、くじを戻すんであれば、A さんも B さんも先行で引こうが後攻で引こうが10本ずつありますから、これは条件付き確率の問題にはなりません。1本引かれることによって、当たりが引かれるか外れが引かれるかによって、後攻の確率が変わってきますよね。ちょっとイメージできると思います。そういった時が条件付き確率の問題になります。さて問題です。A が外れた時に B が当たる確率。さあ皆さんはどう考えるでしょうか。次のように考える方もおられるんじゃないでしょうか。何かというと、全体最初 A さんが引くときにはくじが10本あったわけですね。ところが B さんが引くときには1本減ってます。はい。外れたわけですから1本引いてますので、くじが9本しかありません。さて、B さんが当たるわけですけども、A さんは外れてますので、外れくじは1本減ってますが、当たりくじは1本も減ってませんので2本あります。ですから2。ということで、9分の2なんですね。実はこれ正解なんです。2は今日の授業これで終わります。だったら、もう終わっちゃうの。短い時間で終わりますよね。そこで、今回は先にちょっとこの問題見てください。後でありますが、問い。前置きと同じ条件で、B が外れたとき、A が当たる確率。つまりイメージ的にはですね、後攻の B さん、先攻の A さんがくじ引きました。でも、当たったか外れたかカモフラージュして黙って帰っていった。でそして後攻の B さんがくじを引きました。ところが外れたんですよね。くそ悔しいなと。先に引いた A さん黙って帰ったけど、あの人当たったんじゃないかって。そういうことを考える確率なんです。じゃあこの時に、先ほどのように B さんが外れたからくじを1本引いてって考えちゃうと、A さんが引く時ですから、A さんが引く時にはくじ10本ありますよね。ですから、この考え方は使えなくなるわけです。そこで、先ほどの問題に戻ってみて、実は本来の意味があるわけで、その話をしたいと思います。皆さんが持っているであろうテキストにはですね、ちょっと堅苦しく書いてると思いますが、今日私そういう話はしません。何かと言いますと、必ずですね、マス目を考えています。どういったマス目かというと、例えば先行の A さんを上に書きましょう。で、後攻の B さんを下に書きましょう。で、右側の方には A さんが当たった場合、で、当たっていないということで、数学でいうバーを使って、これは外れた場合ということです。同じように、B さんが当たった場合、外れた場合、2人がくじを引くと、この4パターンが起こりますよね。で、ちょっと確認も含めて、すべての場合が何通りずつあるか確認してみたいと思います。その表を作ってみるんですね。じゃあまず A さんが当たって B さんが当たる。A さんが当たるときはくじが2本あります。で、1本減っちゃってますので、B さんが来たときには当たりが1本しかありませんから、2人とも当たるっていうのは2通りしかないということです。よろしいでしょうか。さあ、
同じように残りの3箇所も見てみましょう。A さんが外れる場合、8通りです。で、B さんが当たる。当たりくじ2本ありますから、こうなんですね。A さんが当たる。B さんが外れる。さあ、最後です。A さんが外れる。B さんが外れる。外れくじ1本入ってますので、7通りになります。トータルはっていうか、ちょっとだけ確認してみましょうね。縦に足しますと、2通りと16通りですから、18通りです。16通りと56通りですから、8分72通りです。で、これを全部足してますと、90通りになりますけども、これちょっと見方を変えてみると、先行の A さんのくじの引き方が10通りで、後方の B さんの引き方は1本入ってますね、9通り。確かに90通り全部チェックしたことになりますよね。さあ、そこで話を続けていきましょう。A さんが外れたときに、外れたんです。ということは、全体を考える必要性がないですよ。A さんが外れた場合を考えてくださいということですから、A さんが外れたのはここですよね。よろしいでしょうか。従いまして、A さんが外れた時の場合の数は、8×2、16通りと、8、7、56通りですね。72通りです。よろしいでしょうか。ここにも書いてますから、これも72通りと書いちゃいましょう。ね。さて、B が当たるんです。外れた時に B が当たるわけですから、この外れた中で B が当たってるのはどこかというと、ここになりますよね。B が当たる。はい。従いまして、16通りとなります。よろしいでしょうか。ちょっと色も確認してみますね。A が外れたときに、B が当たる。こういうことですね。A さんが当たった場合は考える必要性ないんです。条件付きっていうのは全体ではなくて一部分っていうところを考えるんです。さあ、そうしますと、これ約分すると、9分の2。はい。一緒になりましたね。よろしいでしょうか。したがって、まず今日は先にポイントを押さえたいと思いますが、条件付きですね。今私が書いたような、マス目を考えると見やすくなりますよ。ということをお伝えしたいと思います。さあ、それでは、先ほどのこの問題考えてみましょう。このような問題でもやっぱり、B が外れたときに、A が当たる条件付きの典型的な問題です。そしたらば、先ほどと同じように、もう回答の中に書いちゃって結構です。マス目を作ります。はい。先ほどと同じですから、ちょっともうさっと書いてみましょうね。で、2×1、8×2、2×8、8×7。いきましょう。B が外れたときに、B が外れるというのはここですね。となります。その時に A が当たる。当たるのはこっちですね。はい。したがって、図より青の部分は16と56ですので、72通り分の16通り。したがって9分の2と。こういう結果になります。この結果を見て一緒に、これ、一本引いたと考えても一緒やん。確かにそうなんですね。ですが、時間の流れが反対ですので、
一本引くという風になった場合に、一本引いてって考えると、これは意味が変わってきます。したがって、条件付確率の本来の意味に沿って考えてみようということで、後半の問題も話をしてまいりました。はい。ということで、確率に関してのお話は今日で終わりにしたいと思います。ではまた次回、ありがとうございました。